アニョンハセヨ。留学ワーホリ4カ国を終えたサラです。今回は韓国のワーキングホリデーについてお話をしていきます。欧米とはまた違ったスタイルなので、これから行く人の参考になれば嬉しいです。私が韓国へ行ったのは2024年の2月です。その時と現在の状況は異なっていることが多いので、最新の情報を確認してから参考程度にこちらの動画をご覧ください。韓国を選んだ理由は3つありまして、1つ目が韓国の文化が好きだったからです。韓国のご飯だったりファッションだったり、あとは K-POP や韓国ドラマなどよく見ていたので、興味があったので行ってみることにしました。2つ目が年齢とタイミング的に今じゃないといけないかもという時期だったからです。基本的に韓国のワーキングホリデーは18歳から25歳まででした。私は当時26歳だったんですけれども、私が住んでいた地域の領事館はたまたま30歳以下でも応募できますという条件だったので、今後どんどん年齢が下がっていくだろうと読み、そのタイミングで行ってみることにしました。3つ目は純粋に韓国語の上達をしたかったからです。私は机に向かって勉強するよりも実際に現地に行って生活した方が日常会話も覚えやすいし、ナチュラルな言語を学べると思っています。韓国のワーキングホリデーに行くにあたってビザが必要なので、こちらの書類をまとめてみました。こちらは2025年9月の最新情報になります。私が言えることとすれば、健康診断書。こちらは近所の病院でやってもらいました。1万円ぐらいです。保険証書はチェックされた覚えがないので変わったかもしれません。韓国では6ヶ月以上滞在したら国民保険に入ることができます。続いて居住予定証明書。最初はエアビーで2泊しました。航空券は先の予定がわからなかったので、先にキャンセルできるものを購入しました。ビザを申請してすぐ航空券を払い戻ししました。韓国のワーキングホリデーには落とし穴があります。それは労働時間が限られているということです。年間が1300時間なので、当時の円安具合と最低時給を考えたら月にだいたい11万円の収入になります。1年間そのお給料だけで生活をするのは少し厳しいなと思ったので、私はもともと韓国へは6ヶ月のみの滞在予定でした。だいたい11万円ぐらいでも生活できなくはないので、できる人は大丈夫かと思いますが、私はどんどん外資を稼いでいきたかったり貯金もしたかったので、6ヶ月だけという選択にしました。渡韓をしてすぐ気づいたのは、韓国語力がやっぱりまだ足りなかったということです。私はその時のレベルは、あれどこにありますかとか、基本的な会話はできたとは思うんですけど、それにしても多分トピック1級くらいのレベルだったと思います。まずスマートフォン、SIM なんですけれども、チングモバイルという中国の会社で契約をしました。そこではランダムに韓国の携帯会社が選ばれて、自動的に契約をすることになります。すごくコスパが良くておすすめです。一番最初に苦労したことは家探しでした。職場がすでに決まっていたので、職場から探しやすい位置で、かつ学生街の方が家賃が安いイメージだったので、そのエリアの不動産に行ってお家を探すことにしました。短期で貸してくれる物件が少ないので、歩いて不動産を回りました。3軒くらい回って、結局親身に話してくれた不動産のところで契約をしました。内見も何個かさせてくれました。家賃が30万ウォンで、保証金が300万ウォンでした。不動産への手数料が50万ウォンです。不動産の手数料はだいたい家賃の1ヶ月分と聞いていたので、少し高いかなとは思いましたが、そもそも家賃も安いですし、韓国語もうまく通じてないし、その時点でもうすでに。また、もう疲れていたので、大丈夫かと思ってサインをしてしまいました。ちょっともやっとしていたので聞けばよかったかなと思って少し後悔しています。後に不動産関係の友人ができたんですけれども、その時に
のことを聞いてみたら、ちょっとそれは高くないって言われて、で書類などをチェックしてもらいました。調べてもらいましたが、間取りなどを計算した結果、ありえなくない値段ではあったそう。次に苦労したことは健康問題です。1ヶ月くらい咳が止まりませんでした。最初は風邪かなと思っていましたが、あまり治らず、風邪の喉の感じと咳の感じと少し違っていたので、調べたところ大気汚染でした。つまり2月3月は韓国は大気汚染がひどいみたいです。咳止めの薬を飲んだりマスクをして生活していたら少しずつ良くなっていきました。仕事探しはどうしていたかというと、日本に行った時から英語のコミュニティサイトで仕事を探していました。正直韓国語で仕事をする自信がなかったので、まず慣れるために英語または日本語でできる仕事を探していました。意外と日本語だけできれば OK という会社はほとんどなくって、英語のサイトで見つけたメディア会社に就職をすることになりました。面接は日本に行った際に電話で行って、韓国に行ってからまた直接オフィスに行って面接をしました。社長は韓国人でしたが、オフィス内は英語がほとんどで、面接してくれた人も日本人でも韓国人でもない外国人でした。そこで日本語と英語を使う仕事をしていて、時給は10万ウォンです。当時の最低時給が9860ウォンでした。で、その会社はいろいろあって3月31日に辞めました。その話もまた今度動画でお話ししたいと思います。こんにちは、続きなんですけど、ニュージーランドについて今室内で動画を撮ろうと思ったんですけど、ちょっと室内がうるさかったので、外で、ネイルもしたかったので外で撮ります。韓国のワーホリの続きなんですけど、私が辞めた理由は自分の体調不良があって、それで急に辞めることにはなったんですけど、その後働いた2ヶ月分のお給料をなかなか振り込んでくれなくって、それでEメールとかしても全然お金が入ってきませんでした。後で聞いたら、マネージャーが自分の給料を同僚の給料に補填していたり、結構みんな大変な思いをしていたみたいです。社長がメッセージを無視する中、まずどうしたかというと、労働庁にオンラインで申請をしました。オンラインで自分がいくら働いたか、いくらもらっていないかなども計算して申請をします。韓国人の友人が手伝ってくれたのですごく助かりました。韓国のワーホリは週に25時間って決まってるんですけど、無視されて25時間以上働かされたので、違法にはなってしまうので少し不安だったんですけど、他にも被害者が過去にいたので申請しました。労働庁に申請した後、数ヶ月後に労働庁の担当者と直接お話をすることになりました。通帳やシフトのスクリーンショットなど証明できる書類を持って行って担当者と話し合いました。ちょうどその日に同じ会社で働いていた先輩が同じく申請をしていたみたいで、たまたまというか、もしかしたらアレンジしてたかと思うんですけど、先輩がいたのですごく心強かったです。退職して1年後の2025年3月にお給料が入りましたが、それも会社からではなくて労働庁が代わりに負担してくれた金額になります。なので完全に全額入ることはなかったんですけど、それでも多分2万円とかマイナスで来ただけなので、それでも十分返ってきたので良かったです。ちなみにこれ以上告訴しないという書類にサインした後、お給料が入りました。なのでもうこれ以上訴えたりすることはできません。こうやってブラック企業で働く経験をなかなかしたことがなかったので、やっぱり韓国語が話せない外国人を雇うということはそれだけ人が足りてないし、悪い労働環境なんだなと反省しました。皆さんも気をつけてください。本当に苦労しました。外国人登録証がないと何もできないということです。銀行が開けなかったり、オンラインショッピングができなかったり、あとは例えばオリーブヤングでポイントを貯めたかったとしても、全部 IT 化が進みすぎて個人情報と全てつなげられるようになります。かなり最初の1ヶ月は大変でした。
国のワーキングホリデーに行って良かったことは、韓国語力が伸びたこと。日本から友人が遊びに来やすいので、かなり気分転換にたくさん遊んでいました。また、ご飯も毎日美味しくって、キンパやスンドゥブとかたくさん食べてました。お仕事を辞めてからはちょうど友人が旅行に誘ってくれて、香港と韓国の国内旅行を合計3週間くらい旅行をして、その後日本に帰りました。韓国でのお仕事を辞めた理由はいくつかあるんですけど、その中の一つに自分の体調不良がありました。4月はそんな感じで進んで5月に入ったんですけれども、ちょっと韓国にいるとあんまり体調がやっぱり良くなかったりして、ここでフランスに行くという話が出ました。なので5月6月はフランスに行く準備のために基本的には日本にいて、あとは韓国での家賃の支払いであったりとか、意外とやることがあったので、6月7月は日本と韓国を行ったり来たりしながら生活していました。韓国はすごくいいところではありますが、私の中では労働環境が合わなかったことと、ちょっと運もあるんですが、あんまりいい環境ではなかったなと思いました。でも旅行に行く分にはすごく楽しめる場所ですし、ぜひおすすめしたいです。私がもっと韓国語を喋れていたら、もっといい韓国ワンホリ生活を送れていたんじゃないかと思います。ちょっと参考にならないかもしれませんが、ぜひ動画を楽しんでいただけたら幸いです。これから韓国のワーキングホリデーに行こうと思っている方、私の分も頑張ってください。